ごきげんよう。本日もゲストの島袋さんをお呼びしています。はい、島袋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。島袋さん、今度本を出されるというお話を伺ったんですけど、はい。そうなんですよ。実はですね、2023年の夏ぐらいからですね、本の執筆をしてました。というのも、私がですね、X のアカウントの方で、本書きてえなということを、ぼそっと言ったらですね、編集の方がですね、DM をくださって、そこでちょっと書いてみませんかということで、始まって、で、2023年の夏ぐらいから始まって、だいたい2024年の10月くらいまでですね、書籍の執筆してました。なので、1年ちょっとですね、執筆してたという感じです。それって結構ボリュームもある感じなんですか？そうですね、大体200ページ前後になると思うんですけど、内容としてはですね、見開きで、左側の方に天文学に関する雑学というか、天文学の紹介をする文章があって、右側のページでそれに関連したイラストであったりとか写真を貼り付けるという感じで、なのでですね、それが大体100個ぐらいトピックがあるので、その連続的ではないので、どこからでも読めるような内容となっております。じゃあちょっと隙間時間にちょっとワントピックパッと読んで5分とかでその通りです。楽しめるという形になっていると。100トピックで200ページ。そうですね。なるほどなるほど。そう思ったらじゃあ分量としては大変ではないっていうか。そうですね。隙間時間に読めるので、ちょこちょこと読んでいけばといただければという話です。その内容のレベルというか対象はどういう人たちなんですか？そうですね。私としてはですね、中学生以上であれば読めるような内容を心がけております。で、もしかしたら中学生や高校生の難しいところもあるかもしれませんが、そういうのはですね、ちょっともう少し大人になってから勉強してもらう、あるいはちょっと自分で調べてもらうというふうにしてほしいんですけど、でもですね、中学生以上であれば読めるような内容となっております。じゃあ、あんまり数式とかもなくっていう感じですか？数式はですね、アインシュタインの、アインシュタイン方程式だけは、ちょっと紹介させてくださいということで。それはないと。あれは、分からなくてもですね、こういうちょっと分からない方程式を見せることによって、逆にこれ分かりたいなと思って、ちょっと背伸びしたい学生さんたちがですね、勉強したりするきっかけになるかもしれないので、あえてガツンとアインシュタイン方程式はですね、載せました。なるほど、なるほど。はい。それ大事ですよね。全く数式なしっていうのも、それはそれでね、ちょっと何を喋っているか、ふわふわしちゃうところもあると思うんで、この数式のこの部分みたいな感じでちょっと書いてる部分もある。そうですね。簡単な式であるんですけど。そうですね。アインシュタインの方程式、見た目自体は割とシンプルというか、真面目にやろうと思うとすごい大学数学点数とかそういうのを。そうなんですけど、でもなんとなく難しそうだけど面白そうだなっていうのを若い時に思うっていうのはですね、後の進路選択とかでも重要な役割を果たすかなと思ってます。そうですね。なんかやっぱそういうところに興味を持つきっかけにもなると思うので。っていうことはそういうじゃあ数式を見て興味を持ってくれる人がいれば、それはそれでそういう人も物理に向いてるかもしれないし、将来の物理学者がそこから育つかもしれないと。そういうこともちょっと願っています。やっぱいいですね、そういうのはね。アインシュタイン方程式っていうのは基本的に相対性理論、一般相対論の宇宙の仕組みを表す式っていう感じでイメージで大丈夫ですか？そうですね。重力って聞くと、ちょっと物理学をかじったことのある人だったら、まず思い浮かぶのがアイザック・ニュートンだと思うんですよね。で、ニュートンってリンゴが落ちるのを見て、重力を発見したなんてことも言われたりしてるわけなんですけど、ニュートンの功績の一つはですね、そういう万有引力、重力を数式を使って説明することができたっていうのがニュートンの大きな仕事なんですけど、もうこれからですね、約250年経ちましたと。ニュートンから250年経った時にですね、このニュートンの重力理論ではまだ説明ができなかったことを説明しようということで作られたのがアインシュタインの相対性理論なわけですね。というのもニュートンの万有引力の法則っていうのは、重力の大きさは分かるんですよ。例えば物体 A と物体 B というのがあった時に、この物体 A と物体 B の間に働く重力の大きさっていうのはどれくらいの大きさですかっていうのはニュートンの理論でですね分かるわけです。なんですがでもそもそもじゃあ重力ってなんで働くんですかとなると、ニュートンの理論ではですね説明ができないわけです。それに対して重力の正体は〇〇ですということで説明をしたのがアインシュタインの一般相対性理論なんですけど、詳しくはちょっと本を読んでそれもじゃあトピックとしてはそこに入ってるって感じですね。なるほど、興味深いですね。興味ある人はぜひ手に取って読んでいただければと。撮影時点ではまだタイトルも
考え中。そうですね。一応初稿は出来上がってきてるので、それをチェックしてるんですけど、自分で言うのもなんですけど、かなり面白いです。自信作ということで。はい。じゃあ、この動画ね、いつ頃出るかわからないですけど、出る頃に、もしその決まっていればタイトルと詳細とかも、ここにね、表示しておいて、はい、お願いします。という感じにしたいと思います。ということで、皆さんぜひよかったら読んでみてください。僕も読んでみようと思います。ありがとうございました。どんな話を書きましたっていうの。これ。ごめんって。こっち行ってくれ。こっちに行ってくれ。ごめんよ。